カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンセヨ、風花です。さて、今回の歌会ではワックスさんの化粧を直してという歌をお届けします。実はですね、軽い声帯炎になってしまいまして、先週だったかな、ちょっと花粉症今年ひどかったですねっていう話をしたんですけれども、ちょっとね4月の後半ぐらいから正直喉が微妙なコンディションが続いていたんですね。今私はポッドキャストを週に3本と、毎週1曲歌のレコーディングをしているんですが、その他にも次の週に歌う曲の選曲、この曲まず歌えるのかっていうのをちょっと歌ってみないとわからないので、その選曲をする作業と、あと歌い込みですね、練習をする作業、それからボイストレーニングの、レッスンもあるし、ボイストレーニングっていうのもしてるんですね。音階練習とかしてるので、それにプラスあと週2回は医師として外来をして、その外来の日も基本的には一日中喋っているので、喉のね完全休養日っていうのがなかなか作れないんですね、このタイムスケジュール的に。で、この番組を始める前に私はボイストレーニングを3年ぐらいしてきていて、喉の基礎体力的な部分っていうのはそれなりに高めてきたつもりなんですが、まだね私の実力ではこの今のペースでラジオとか、歌とかそういったものを出していくにはですね、疲労と回復が、プラマイゼロみたいな状態なんですよ。ベースが元気な状態だったら、問題なく回っていくんですけれども、何か外的な要因ですね。今回は花粉症が原因だったと思うんですけど、あと風邪をひいてしまったりとか、普段以上に調子を崩してしまうと、なかなかねベースラインまで喉が回復してない状態で次にやるべきことが来てしまうんですね。でもなんとなく喉が重いなとか、あと音程が取りにくいなっていう感じで不調を感じていたんですけれども、歌おうと思えばそれなりに声は出てしまうので、レコーディングは続けてきていたんですけれども、なんかね意図していないところでボーカルフライっていうんですけど、こういう声ですね、このエッジボイス、あとね受音ボイスとか言ったりします。っていうこういうね音が入るようになってしまって、でね、これは表現として切なさを出すためにみたいなこうやって入れる時あるんですけれども、その自分が入れようと思ってないところでも勝手に入るようになってきてしまって、で調べてみたらやっぱり声帯が腫れている時にこういう症状が出ることがあるようです。で、先にちょっと言い訳なんですけど、今日ね流す歌はまさにこの炎症の時に撮ったんで、こういう音がねところどころに入ってるんですよ。自分が意図しないところでも結構入ってしまっています。で、私の場合ですね、調子が悪いのに声帯を使いすぎたっていうのがこのね声帯が腫れてる原因なので、こういう時西洋医学的にはって、西洋医学っていわゆる現代医学です。今私がやっているような医学ですけど、この西洋医学的にはもう休養一択なんですね。とにかく声使いすぎたのが原因だからもう休んでくださいと、もう声を出さないでください。で、だましだましやって使っていくよりも一定期間しっかり休んだ方が絶対回復が早いですし、体にもいいですよって医師としての立場だったら私は絶対患者さんにそうやって言うんですね。で、多分これまでもちょっと喉声出しにくいっていう人来たらそうやって説明したことがあるんですけど、でもいざ自分がその声を出す側、アーティスト側になるとやっぱりね休みたくないんですよ。せっかくここまでやってきたしみたいな毎週休まずに作品を出していきたいなっていう気持ちがねあってですね、別に私はプロでもないので全然休んでも大丈夫なんですけど、やっぱりね予定通りにやりたいなっていう気持ちもあって、まず摂取です。もうお酒はすごい控えて、あと沈黙、もうとにかく喋らない、そして加湿ですね。部屋の湿度をしっかり保ってよく寝るっていうことを基本にして、なんとか声の休養日を作ってね回復してくれないかなと思っていたんですが、ちょうどゴールデンウィークで外来が何回か休みになってくれてですね、
そのおかげで少しずつ回復してきて、今一応声の調子戻ったってことでね、ラジオの収録をしております。本当に今回はね、ゴールデンウィークに助けられましたね。ちょっとギリギリのスケジュールでヒヤッとしたというお話でした。さて、では今日歌う歌の話に入っていきますね。今回はワックスさんのファジャンヌルゴチゴ、化粧を直してという歌をカバーしました。今日は韓国語の原曲の方を歌いましたが、ワックスさんは日本でもデビューされていて、このファジャンヌルゴチゴ、化粧を直してという曲は日本では赤い糸というタイトルで発売されています。で、日本語歌詞のバージョンもあるんですね。で、日本でも結構ね、大々的にデビューしてたと思うんですよ。この曲がね、CM の曲になってたと思うので、赤い糸っていう曲としてこの曲をご存知の日本人の方もいらっしゃるかもしれません。そしてワックスというのはアーティスト名で、実際のお名前はチョ・ヘリさんとおっしゃるそうです。で、チョ・ヘリさんはですね、1972年生まれの49歳でいらっしゃいます。で、最初にロックバンドのボーカルとしてデビューされた後、ソロデビューは2000年にされております。そして今回カバーした化粧を直してという曲は2001年に発売されたワックスの第2週アルバムのタイトルトラックなんですが、この曲がね、最大のヒット曲というふうに言われてますよね。で、このワックスの第2週アルバムっていうのは70万枚以上売れたそうで、次のアルバムも61万枚だったかな、すごいセールスを記録したんですよね。もうなんかとにかくこのワックスが CD とか音源を出せば何でも売れるっていうような時代があったようです。そして韓国で広く愛されている歌手の一人ですね。で、最近はリンゴミュージックのキリングボイスというのにワックスさん出演されていた動画がね YouTube にありまして、このファジャンヌルゴチゴも歌ってらっしゃいました。実際のお姿をね、最近のお姿を拝見できてとても嬉しかったですね。これも概要欄に貼っておきましょうかね。で、ワックスさんですね、もともとロックバンドのボーカルをされていたっていうこともあって、非常に輪郭がはっきりした声をされています。発声もね、まっすぐハキハキと出すタイプの方ですね。で、華奢な方なんですよ。すごい体細いのに声量とか声のパワーっていうのはしっかりありますね。で、バラードを歌われるとやっぱ切実な歌詞が胸に迫ってくるような感じがあって、やはりヒットした曲っていうのは代表曲はねバラードの曲が多いんですけれども、アルバムを聴いているとダンスナンバーだったりアップテンポだったりロックな曲もあってですね、どれもやっぱりしっかり歌いこなしていらっしゃるので、いや、さすがの歌唱力だなと思います。そしてワックスさんの日本デビューはね2006年だったんですね。で、このデビューシングルが化粧を直しての日本語版赤い糸なんですが、なんとこの曲の日本語歌詞は松本隆さんが書き下ろしていらっしゃるんですよ。松本隆さんといえばもうこれ日本歌謡界のレジェンド作詞家ですよね。特になんか昭和歌謡っていうか1970年代80年代のヒット曲ってもう松本隆さんがいっぱい書いてるイメージがありますね。木綿のハンカチーフとかね、ですよね。私はね、松本隆さんといえば松田聖子さんの作詞家っていうイメージが強いんですね。赤いスイートピーとか、あと風立ちぬ、渚のバルコニー、瞳はダイヤモンド、このあたりね全部松本隆さんの作詞だったと思います。で、日本語歌詞は歌の後に少し紹介するとして、まずですね韓国語の原曲ファジャンヌルゴチゴの方の歌詞を紹介していきますね。っていうね、こういうちょっと日本語歌詞にするとすごい思いが強い切実な内容ですよね。왜 떠나야 했는지とか、なんで去らなきゃいけなかったのって、また何としてでも会って愛し合わなきゃいけないのよ私たちはみたいな、一切気持ちが変わっていないという強い思いを歌っている曲でございます。では曲を聴いてください。ワックスさんのファジャンヌルゴチゴをカバーしました。
はい、いかがでしたでしょうか。今回の歌はね、ちょっと冒頭のトークでも、言った通りですね、ところどころちょっとざらついた音が入ってしまったんですが、声帯が炎症を起こすとこうなるので、皆さんは気をつけるようにしてください。そして松本隆さんの作詞した日本語歌詞ではですね、サビの部分がですね、ごめんね、愛されても愛し方を知らなかったという歌詞なんですね。ちょっと歌ってみると、ごめんね、愛されても愛し方を知らなかったってなるんですよ。これがね、すごいいい歌詞だなと思って、この日本語歌詞が本当にもう松本隆さん天才すぎるなと思ったんですよね。で、韓国語と日本語ではやっぱりワンフレーズに入れられる情報がね、全然違うんですよ。で、韓国語の方が圧倒的に多い場合が多いですよね。例えば日本語では私はって言ったらもう4音使っちゃうわけですよ。私はって言ってね。で、これが韓国語だったらなんですよ。これ1音でいけちゃうんですね。なのでこれただ翻訳しただけでは音の数が基本的に足りなくなっちゃうんですね、歌の場合は。なんでこう別の言葉に言い換えて同じ情景が浮かぶ歌詞にしないといけないんですが、このね화장을 고치고の아무것도 난 해준 게 없어 받기만 했을 뿐 그래서 미안해っていう、何も私はしてあげたことがなくて受けてばかりでごめんねっていう歌詞が、ごめんね、愛されても愛し方を知らなかったっていう風にね、いやこれ本当に神フレーズだと思いますね。すごくうまく言い換えてると思います。で、概要欄に韓国語の原曲と日本語版の方と両方貼っておきますので、ぜひこのあたりの歌詞を聴き比べていただくのも面白いと思います。今日同じ時間に YouTube に歌唱動画が上がります。YouTube は韓国語歌詞の下に日本語訳を表示するように編集していますので、歌詞を見ながら聞いてみたい方はぜひこちらもよろしくお願いします。概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。